わりの基本的な描き方ということでやってみたいと思います。このひまわりね、青空市で買ってきたんですけど、ちょっと小ぶりなのでもう少しね大きいひまわりを想定して描こうかなと思いますね。でひまわりって案外ね描きづらい花なので、どうやったらね魅力的に見せることができるかみたいなことを重点的にやっていこうかなと思います。今日の紙ですね、ホワイトアトソン 2F サイズです。そして今日の絵の具です。赤色がキナクリドンレッドクリムソンレーキ、黄色がレモンイエローガーボージーノーバ、緑色がサップグリーン、青色がセルリアンブルー、茶色がバンタアンバー、以上7色でね描いてみたいと思います。じゃあちょっと先にね色見本作ってみますね。ひまわり基本的に黄色ですのでね、ちょっと明るい方はレモンイエローですね。でだんだん暗い方に行くにつれて暖かいガーボンジーノーバーを増やしていきます。ちょっと暗いなと思えるところはこれにクリムソンレーキをちょっと足して、少し赤に傾けてっていうことですね。もしくは場所によってはバンタアンバーを入れて、ちょっと茶色に傾けるみたいなことでもいいかなと思いますね。で真ん中のこの本当の花の塊ですよね。本当に暗い茶色なんですけど、バンタアンバーが主なんですが、これにちょっとねクリムソンレーキを入れるわけです。そうすると少し赤みを帯びた茶色っていうことになって、全くの茶色一色よりはちょっと趣が出るかなっていう気がしますね。でこれをさらに暗くしようと思うとセルリアンを混ぜたりしてちょっと灰色っぽくするっていうことになろうかと思いますね。こんな感じですね。レモンイエローの純色、ガーボンジーノーバーの純色、ガーボンジーノーバーとクリムソンレーキを混ぜたもの、ガーボンジーノーバーとバンタアンバーを混ぜたもので、真ん中はバンタアンバーとクリムソンレーキ、もしくはさらにそれにセルリアンブルーを混ぜたもの、こういったところですよね。葉っぱなんですが、緑といってもこういう淡い緑の感じが多いんですね。シャキッとした緑ではないっていうことで、セルリアンブルーとバンタアンバーなんですが、ちょっぴりねサップグリーンも入れてっていうことで、こんな感じかなと思います。これが本当のひまわりの色っていうことではあるんですが、これだけだとちょっと寂しいよねっていうことなので、ちょっと味付けをしましょうよということで、キナクリドンレッドとセルリアンブルーを混ぜます。赤紫ですね。これをちょっと入れてあげる。場所によってね青かったり赤かったりっていうことで、これが黄色のそばにこういうふうににじんでくると非常にカラフルな感じがして綺麗かなと思いますね。こういう範囲の色で描いていこうと思います。じゃあまず下書きですね。今日はね右上からの光っていうことで描いてみますね。左下から右上に向かってこういうふうに茎が伸びて、ここからこういうふうに少しね光の方を向かせますよ。こういうふうに盛り上がっているわけですよね、真ん中がね。そしてその周りに花びらがこういうふうにつきます。ちょっと右上方向向いているので、こういう楕円形ですね。真円だとまん丸くなるわけですけど、これがちょっとこういうふうに楕円形になるわけです。これ見えないんですけど額があって、そこの部分から花びらが出ているよっていうことになるわけですね。で花びらもねそんなにはとんがってないんですね。先っちょがこういうふうな少し丸みを帯びた感じっていうことになろうかと思います。でこういう楕円ですので、こちらは長いんですが、こちらとこちらは少し短く描かないと向こう向いたっていう感じがしないわけですね。基本的にはこういう感じになろうかと思います。でこれを隙間を全部キチキチっと埋めてしまうと、少しも面白くないねっていう話になるわけです。
例えばここの横からこういうふうにね重なるように出てきましたとか、ここで向こうへ折れ曲がりましたとか、そういう特殊な事情を入れていくわけです。例えばね、ここを重なるようにここから出たものがこの下をくぐってこちらに出てきちゃいましたっていうのがあってもいいわけです。で時にはこういうふうに出てきたんだけどここで翻っちゃいましたっていうのもありですよね。いろんな個々の花びらの事情っていうものを書き足していかないとつまらないねっていうことで終わってしまうわけです。真ん中のこの本当の花の集まりは小さな花の集まりなので、この縁にしべが、おしべめしべのしべがここにこう見えるわけですね。決してつるんとしたものではない、むしろたわし状といいますかね。で真ん中がくぼんで見えるのはこれはまだ開いてない部分です。で周りに開いた部分で黄色く見えるのはおしべの花粉がまだ残っている状態っていうことでこう黄色く見えているわけですよね。でこの縁の方はもうおしべの花粉も取れちゃって黒く見えるよっていう感じになっているわけです。で葉っぱなんですが、これを見る限りでは五星っていう感じですね。葉っぱもね結構こう柄が長かったりするんですけど、この花に関してはそんなに長くないかなと思いますが、ちょっと柄をねこういうふうにつけてあげるとひまわりらしい感じになるかなと思いますね。で少し虚子も少しあるんですが、そんなに激しい虚子ではありません。こういう感じかなと思いますね。じゃあちょっとね清書してみますね。はい、かなりね濃い鉛筆の線で清書をしてみました。葉っぱもね、1枚しか描いていませんけど、今回は基本的な描き方っていうことなのでなるべくねパーツをシンプルにしてみました。この矢印も消しておきますね。下塗りに入る前にここのプツプツですね、まだおしべの花粉が残っている状態で黄色いプツプツが見えるわけです。この黄色いプツプツをマスキング液でねカバーしておこうと思います。こうやって手でねポツポツこう置かれてもいいんですが、ちょっといじましいっていうことと、少し並びすぎると面白くないよねっていうことがありますので、こうやってねポンポンと叩いて落とされても構いません。ちょっとあっちこっち行きますけど全然 OK かなと思いますのでね。手でこうやってね落としたりいろいろしながら規則的にならないようにやっていくっていうことが大切かなと思いますね。はい、じゃあこれ乾いたらね下塗りに入っていきたいと思います。はい、マスキング液乾きましたので下塗りに入っていきたいと思います。まずね黄色です。右上からの光っていうことでレモンイエローをねここちょっときれいにしますよ。はい、レモンイエローの純色をしっかり薄めて、ここら辺ですけどちょっとだけね光らせたいので、ギリギリここまで持ってきますね。で先端部分にはこう色が入らないようにして大きくね他の部分には入れていきます。別にねこれ花びらの中だけに塗るっていうことではなくって、空間の色として入れていくよっていうことになろうかと思います。でさらにこれにガーボンジーを足しますね。ちょっとあったかめの黄色です。比較的左下に多めにっていうことで入れていきます。しっかり水筆でここの縁が残らないようにねにじませます。はい、そして今さっきねここに色味の幅を広げるために赤紫を作りました。この色ですね。この辺りでしょうかね。ちょっと入れておきますね。であまり黄色と混ざりすぎると茶色になってしまいますので、
にじみ合う程度にしておきます。でしっかり始末をしますね。たっぷり塗らないと取ることもできませんので、ちょっと多すぎるかなって思うぐらいには入れてください。はい、そうしておいて今度は真ん中いきますよ。茶色なんですけど、バンタンバーにクリムソンレーキを入れて、ちょっと赤茶色って言いますかね、主にこちら側に持っていきます。これもわずかににじませます。あんまりにじませすぎるとね、ザーッと流れていってしまって、至る所に茶色が入りすぎますので、ほどほどにっていうことでさっさと始末をしておきます。花びらの中に入っちゃったのは少しね、しっかり取っておいてください。でさらにサップグリーンセルリアンバンタンバですね。ちょっと灰色がかった緑色っていうことで、こちらに入れておきます。これもねしっかりぼかしておきます。はい、これでね下塗りがだいたいできたかなと思いますので、これもねちょっと一旦乾かしますね。はい、まだちょっと湿ってるんですけどね、だいたい乾いたようです。細かい作業に入っていこうと思います。まずね、線描を先にしとこうかなと思いますね。今鉛筆の線がくっきり出ているんで、わかるんですけど、普通だと薄めてから下塗りに入っていきますので、鉛筆の線がだんだん見づらくなるわけですね。なので今のうちに大まかに線描で形をはっきりさせておこうと思います。このガーボンジーとこの赤ですね、ちょっと足して少し暗めの黄色にしますね。で細く線描をしていきます。ご丁寧にしないっていうことが大切かなと思いますね。勢いよく鉛筆の線通りでなくって構いませんので、シュシュッとね引いてください。勢いよくね。そうすると下塗りの中に埋もれてた花びらのラインが見えてきますよね。普通はもっとね鉛筆の線を細くしますので見えづらいなっていう感じになってたと思うんですけど、これでちょっと見やすくなったかなと思います。今度はちょっと葉っぱの方もついでにねやっておきます。でこの段階でねかなりね鉛筆の線も消してしまっても大丈夫ですので、早め早めにね消された方がいいかなと思いますね。今回はちょっと見やすいように鉛筆の線残しておきますね。ライン取りができました。続いてバンタンバーとクリムソンを足してスパッタリングをしますね。この中央部です。ここにしっかりスパッタリングをします。で特にこの縁ですよね、花びらの付け根といいますかね、そこのところをしっかりね集中的にやっておかれた方がいいかなと思いますね。あちこち飛んでいくので非常に難しいんですけど、なるべく指を近づけてしっかり落とすっていうことですよね。はい、そしてこのスパッタリングで落とした赤茶色が乾いてないうちに少しねここからしべのような感じでシュ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 出しておきます。当然ねまだ乾いてないわけですから潰れる点々もあるわけですけど、それも込み込みでずっと筋目を立てていきますね。それからここの真ん中の引っ込んだ部分の向こうの壁ですね、これが見えてるわけです。なのでここも集中的にしべの線を入れていきます。こっちへ回り込んでるわけですから、見えないわけですね。点々としか見えないっていうことになろうかと思います。ちょっとねまだ乾いてないので葉脈をね描いておこうと思いますね。同じ灰色っぽい緑色、こんな風にここの角度をね鋭角にしてください。直角にしない、こういう風に沿うようにするっていうことです。そして枝分かれもしますので枝分かれも沿うように枝分かれをさせるっていうことですね。さっきね線描で分かるようにしましたが、この中にも
染料を入れておくっていうことです。そしてこちらのね、今度は中に回り込みますよ、花びらのね。かなりねひだひだがあるわけなんです。でこれも全部描く必要はもちろんないんですが、ある程度は描いておいた方がいいかなと思いますね。2本だったり、時には4本入れてみたりっていうことで筋目を立てる。これでねかなり充実した感じになってくるかなと思いますね。はい、これでちょっと乾かしますよ。はい、だいぶね乾いてきましたので、もうちょっと塗り進めていこうと思います。こういう重なっている部分ですね、下になっている花びらに、影が投影しているよっていうことで、ガーボンジーとクリムソンレイキを混ぜた暗い黄色ですね、この境目に置きます。下になった部分ですよね。場所によってはねかなり赤っぽくしてもいいかなと思います。から裏返ったところもちょっと赤くしておきますよ、はっきりね分かるようにね。ひっくり返って影になった部分はしっかり暗くしておかれるといいかなと思いますね。付け根ですね、全体的に付け根を暗くするっていうこともやっておきます。でちっちゃい水筆でね、あまり広げないようにぼかします。あまり広げすぎると全体に色が回ってしまいますので、面積的にはね狭い状態でぼかしておきます。すごく伸びちゃったわっていう場合にはしっかりねティッシュで始末をしておくといいかなと思いますね。そして今度ここの真ん中へ戻りますよ。まずねガーボンジーをこの辺りにかけておきますね。そしてその次にクリムソンを入れます。そしてバンタンバーを入れます。ムラムラっと置くわけなので、きれいに置くわけではないので、場所によってにじんだりにじまなかったりっていう感じですよね。でただちょっとこの辺だけね白っぽく残しておこうと思いますね。これもあんまりねやってると花びらの方へザーッと流れていってしまいますので、程よいところでちゃんとね始末をしておきますね。ここにね隙間がありますよね。この隙間に額辺の一部を入れておきますね。サップグリーンを足して、明らかに緑色ですよって分かるようにしておいて、ここにちらっとね額辺の1枚あるいは2枚ですね見せます。先っちょ長めに尖らすといいかなと思いますね。で同じこの色を葉っぱの方に少しね入れておきます。これもね一律に入れるんではなくってまだらに入れます。でまだ乾いてないので少し離れた部分にガーボンジーとレモンイエローをちょっと足して、それなりに明るいよっていう黄色ですね。これを先端に入れます。全部には入れません。主なところの先端に入れます。でこの辺はちょっとね先端を白く残したいので、もう一回この外回りに同じ色を入れておきますね。はい、そして水筆でこれもしっかりぼかしておきます。かなりね色が入ってきました。複雑に見えると思いますね。なだらかにしないっていうことが大切かなと思いますね。じゃあこれで乾かしてマスキング液も取りますね。はい、マスキング液取りました。ちょっとね大きめについたところが広く抜けてしまったんで手当てをしておきますね。クリムソンとバンタンバーを混ぜた色で、この辺ですねちょっと大きすぎるので、3分割2分割こうして丸いねつぶつぶ感をもうちょっと出しておこうと思います。はい、これでつぶつぶに見えるかなと思いますね。
ここら辺に葉っぱをもう1枚つけますね。あまりにも間が抜けすぎましたのでね、軽くねこの同じサップグリーン、セルリアンブルー、バンタンバーの緑色で、花の直下にね1枚ね小さい葉っぱが出たりすることがよくありますので、ちょっと抜いておきますね。はい、ちょっとこの茎にも同じ色を差し込んでおきますね。はい、そして花びらのね黄色をもうちょっと復活させたいので、レモンイエローとガーボンジーです。全部に塗るっていうことではないんですね、これもね。しっかりぼかして、でまだ今濡れていますよね。付け根の部分にクリムソンをこうやってちょっぴり差し込みます。黄色だけだとあまり鮮やかにも見えないわけですけど、暗い部分に赤が入ることによって、お互いに引き立て合うっていう感じになろうかと思います。まだ濡れている上に入れましたのでにじんでくれるとは思うんですけど、にじみ方が弱いなっていう場合には水筆で補強してください。はい、さらにここの真ん中の部分の壁ですね、しべのこう壁を作ったんですけど弱いので、クリムソンでここの向こう側をこういうふうに塗りますね。つまりこれが壁になっているわけです。そしてこのプツプツにレモンイエローを、全部っていうことじゃなくってところどころね入れておきます。白いプツプツと黄色いプツプツと両方あるよっていうことですね。そしてですね、これと黄色がちょっとあまりこうかっこよく交わってない感じがしますので、もう一回ねレモンイエローを差し込んでおいて、そのすぐ隣にきなくりドンレッドとセルリアンの赤紫色ですね。お互いに少しにじみ合うように配置をしておきます。こっち側にもねちょっとこれせっかく作りましたので、この辺にもねもうちょっと入れておこうと思います。からここのちょっと葉脈をね足しておきますよ。これで完成だと思っていいんですが、ちょっとだけねバンタンバーとセルリアンを混ぜたね暗めの色をこの根元に少しね強調して入れときます。ここ、それから真ん中のここですね、プツプツと入れておきます。ここがぐっとこう引っ込んでますよっていうことを強調したいわけですね。はい、いろんなねやり方があると思うんですけど、基本的にはこういう描き方をしとけばあまり間違いはないかなと思います。これでね一応完成にしたいと思います。